皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の妄想爆発している話を一つ取り上げようと思います。具体的には何の話かというと、韓国においては、対馬は韓国領だと主張する人たちがたくさんいるよということをお話ししようと思います。インターネット上では様々な妄想発言をしても別にそれは咎めるようなことはほとんどはありません。それらは言論の自由などが保障されているからです。しかし今回取り上げるニュースというのはそういったネット上の誰かが言っているよ、匿名のアカウントで発言しているよといったレベルの話ではありません。韓国の議会、地方議会、そして国会のレベルなどにおいても議員として選出された人間が対馬は韓国領だと発言し、それに賛同する人たちがいますということを皆さんにお伝えしようと思います。このニュースというのは本来であればもうちょっと取り上げるべき話だとは思うのですが、日本の報道機関はなぜかこの話題についてはあまり取り上げているところを私は見たことがありません。しかし韓国においてこのような行動が繰り返されれば、それを信じて対馬は韓国領で日本がそれを奪ったんだと妄信してしまう人たちがきっとこれから続出してしまうだろうと私は思っています。それはかつて日本の旭日旗が軍国主義の象徴だと、いわば嘘から始まった話が韓国の国民の間ではそうだね、きっと昔からそういう風にみんなで思っていたんだよねという自分たちの歴史そのものを捏造し信じ込んでいる今の現状から見れば似たようなことになるのではないか、そのように私は思うからです。それでは韓国において対馬は韓国領だとするそのような動きが出ているニュースを取り上げていきましょう。広州市議会対馬韓国返還要求決議案議決。広州市議会が20日午前に開かれた第227回臨時会本会議で対馬返還を求める決議案を議決した。今回の決議案はイ議長が代表発議して上呈された。イ議長はこれに先立って6月18日第226回定例会の5分発言で日本の竹島は日本領であるという発言に対して断固たる対処を主張していて、11日には対馬議会の初村議長に対馬返還を求める書簡を送っていた。決議案には回答地図を含む数多くの古文書から対馬が韓国の固有の領土であることが記録されているという点、文禄慶長の役当時日本で制作された八道創図でも我々の固有の領土と表記されているという点、地理的に日本よりも韓国に近くて対馬住民の血統が韓国人の血統とほぼ一致するという調査結果などが言及された。イ議長は歴史的記録と事実、科学的根拠から対馬は明白に韓国の領土であることが確認できるが、対馬を不法に合戦した日本は第二次世界大戦敗戦後も不法に占有した領土を返還しないでいるとし、ここに我々の文化と歴史、血統の同質性をそのまま維持している対馬が韓国の領土であることを対内外的に明らかにして対馬の返還を強く求めると明かした。なお今回のような対馬は韓国領だと主張する発言については何も今回が初めてではありません。2008年韓国国会において議員50名により対馬返還要求決議案が提出されました。当時韓国の放送局 CBS が行った世論調査では韓国国民 50.6% がこれに賛成したものの議会では得票足らずでした。なおその後も地方議会においては同じような発言、決議といったものが続出しています。インターネット上で記事としてなっているものを見つけるだけでも2013年慶尚南道の庄原市、京畿道の義政府市、そして2021年も慶尚北道の議員が議会にて対馬返還要求を日本にすべきと発言し呼びかけを行っていたりもします。第二次世界大戦が終わった後、日本は軍備解体といったものが行われました。それは日本を占領した国連軍、米軍を主体としたその軍政下において、日本軍がこのまま継続してあるのは危険であると考えられたからです。そのような軍事力の空白があった時代において、韓国が竹島を軍事占領し、その島に近づく日本の漁船を銃撃するなどして多くの人々が死傷しました。そして現在においても韓国はこの島を占領し続けて、竹島は韓国領だといったことをずっと繰り返し言い続けています。今回の話はそういった意味においては、韓国は今度は対馬を狙っているんだぞという意味において非常に注目すべき動きだと私は思います。しかもこの動きというものは今回の件だけではなく、紹介したように随分と前から始まっている動きであり、
この動きが長く続けば続くほど、その比較趣旨に賛同した人々が群がってくることは明らかだと私は思っています。ただし彼らの主張している内容というものは全く根拠がデタラメであることは間違いありません。例えば日本で作られた地図においてもこの対馬が書かれているじゃないか、だから我々のものだと言っている件などについては全くの無茶苦茶な解釈としか言いようがありません。というのも朝鮮半島のことを地図として書いた時に対馬がその中において書かれるのは地理上近いのですから当然のことです。これが一体どのようなことかといえば、例えば地球儀を見た時に朝鮮半島を見た時、その時横には日本列島がありますし、当然のように大陸側の地図も見てわかります。それを見て韓国人がこの地球儀を見れば韓国領を中心にして世界は存在しているんだ、日本も大陸も全て韓国のものだなどと言ったら、こんな馬鹿げた発言はないとみんながわかることでしょう。そのようなことをまさに朝鮮半島の地図を見た時に対馬も書いてあるんだからこれは韓国領として書いたものに違いないという発言というのは全く根拠がない無茶苦茶な理論に基づいた主張です。そして対馬について言えば、韓国がこれを占領して自分たちの統治時代にあったといったことなども全くの嘘でたらめな話です。過去において対馬は朝鮮半島から侵略を受けたことがあります。まず第1回目として記録が残っているのはモンゴル軍による日本侵略計画、日本においては元寇と呼ばれるものがこれにあたります。ただしこれは別に朝鮮半島の人たちが率先して行ったわけではなく、あくまでもモンゴル軍のついでとして派遣されたものに過ぎません。ただし彼らの使い走りだったとしても、実際に対馬にやってきた彼らがやってきたのは現地住民に対する虐殺行為であり、これは大いに非難されるべきものであり、決して彼らの統治されていた島ではなく彼らが侵略者であったことの証に過ぎません。そして侵略者軍について言っても、北九州で行われた鎌倉幕府軍との戦いによって敗れ、その後の占領というのも行われてはいません。さらにはその後においても李氏朝鮮の時代においても対馬に対する侵略行為は行われました。この時においても現地住民に対する虐殺が行われたといった話などもありますが、この時もまたやはり日本軍との戦いにおいて敗れ、その後の占領政策などが行われたこともありません。ですから対馬というのはあくまでも日本領であり、彼らは一貫して外の人間、侵略者であったに過ぎないのです。このような過去の歴史などについては残念ながら韓国の人たちはほとんど無知と言ってよいでしょう。何しろ韓国における歴史というものはそもそも漢字で書かれていた時代が非常に長くありました。この漢字というのは支配者層によって使われている言葉であり、そしてその漢字については現在では廃止されています。そして現在の韓国における歴史教育というのは基本的には近現代に変調しています。なぜならばそれ以前の歴史というのは基本的には中国の属国であった時代であり、その時代というのは彼らにとっては黒歴史、いわば封印したい過去でもあるのです。ですからそのような乏しい歴史感覚の中においては、対馬は韓国領だと誰かが言ったらきっとそうなんだろうなと単純に思い込んでしまう人たちというものがどうしても出てきてしまうものなのです。これらの動きというのが非常に注意しなければならないのは、インターネットにおける匿名ユーザーのちょっとしたブログ記事などというレベルではなく、それぞれの地方議会における採決を経ているという点が非常に危険なのです。それも一つの市だけではなく複数の市においてこのような対馬返還要求といったものが議題に上がり、それに賛同する人たちがいるから議決されるわけです。日本の報道機関が韓国におけるこのような無茶苦茶な動きというものをもっと詳細に知らせて、韓国における横暴といったものがどれほどひどいものなのかといったことをもっと日本に知らせるべきでしょう。そしてそもそも論としてこのような韓国の動きが始まった理由としては、やはり何といっても竹島に対する日本側の動きというものが徐々に始まっていることにあります。例えば島根県においては竹島の日というものを制定し、竹島はあくまでも日本領ですよということを主張し続けています。しかしこのような動きを韓国の人たちにとってはかなり不都合な動きであり、日本が韓国の島を狙っているんだ、領土的野心を日本が見せているんだなどという難癖をつけて、そのカウンターアタックとして用意したのが対馬は韓国領だといったような無茶苦茶な話なのです。話の出所がこのように感情論 100% なものですから、今回の動画で解説したようにその根拠といったものも無茶苦茶なものに過ぎません。しかしそのような無茶苦茶なものであったとしても、真顔で言い続けることによって
真顔で言っているんだからきっと正しいに違いないと騙される人たちというのも当然出てくるわけです。ですからそのような人たちが出る前に日本政府はもっと明確に断固抗議することが必要です。彼らがこのような応募をするのは日本側から何も咎められない、何もデメリットがないといったことがどうしてもあるからです。日本側が甘い顔をしてこれらの発言を見過ごすことによって彼らの動きというものが増長してしまうというのを日本側がもっと重く受け止め制裁措置を打ち出すことが彼らの動きを牽制することに私はなると思います。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンと、そして役立ったなと思われた方はぜひとも投げ銭機能もご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。